あんな体制でいられる北朝鮮ってある意味すごいよね。北朝鮮のルールや制度が異常なのは有名だよ。私たちから見たら異常に映るようなことが当たり前に起きているからね。拉致問題を起こすような国だし、異常だってことは世界で有名だじょ。みんなでせーので反発すれば指導者の一人くらい倒せそうな気もするけど、難しいのかな。それは今のロシアにも言えるよね。でも今よりも不幸になるのが怖くて動けないんじゃない。厳しい管理で国民の放棄する気力を削いでいるしね。どんなひどい管理をしてるのか知りたくなったじょ。じゃあ北朝鮮のありえないルールや制度について話してみようか。つるっとチャンネルが始まるじょ。まず北朝鮮では移動の制限があるよ。他の町に移動するには政府からの許可が必要なんだよ。勝手に行ったらダメなの？しかもその許可を得ることもかなり難しいんだって。人々がよそに情報を広めたり反政府運動をする可能性を防ぐために厳しくしてるらしいよ。疑い深い政府だな。自分たちは自由に動いているくせに。あと外国のメディアへのアクセスが禁止されているのは有名だよね。政府は国内メディアだけを通じて国民に情報を提供していて、外国の映画、音楽、書籍などを持つことは禁止されてるよ。でも高官やその家族は韓国ドラマを楽しんでいるって聞いたことがあるじょ。そして指導者への絶対的忠誠も有名。北朝鮮の人々はキム・イルソン、キム・ジョンイル、キム・ジョンウンの3代にわたる指導者への絶対的な忠誠を示さないといけないよ。家や学校にも肖像画が飾られてるし、インテリアとしては最悪だじょ。あちこちにあの肖像画があるのは異常な光景の一つだよ。次に政治的な階級制度、孫文制度っていうのがあるよ。インドも階級制度が緩まってきているというのに、北朝鮮にはまだあるのか。この制度は家族歴や政治的背景に基づいて国民を階層分けするんだよ。就職、教育、住居の割り当て、なんと結婚相手までそれで決まるんだって。個人に自由な選択権はないんだじょ。ここまで挙げたものだけを見ても十分ひどいよね。北朝鮮政府はこうして国民を監視下に置いて国内の統制を維持しているんだよ。こんなやり方続かなそうなのに結構長く続いているのが不思議だじょ。もしルールを破ったらひどい罰則が待ってるからね。政治犯収容所って知ってるよね。強制収容所とも言われるけど、非人道的な扱いや拷問、過酷な労働、飢餓、病気の問題はよく聞くよ。聞いただけで病気になりそうだじょ。強制労働での労働条件はかなり過酷で、まともな食事や医療がないんだって。確か捕まったアメリカ人も変な亡くなり方してたじょ。食事はトウモロコシの茎のスープでお湯同然って聞いたこともあるじょ。あとこれもひどいよ。公開処刑。これは国民に恐怖を植え付けて政府に逆らわないようにするためのものだよ。大昔じゃあるまいし信じられないじょ。そして北朝鮮には集団責任制が敷かれているよ。一人の家族が政府に対して反逆的な行動をとったら家族全員がひどい目に遭う。家族のことも信じられないなんて悲しいことだじょ。とにかくこういうありえない懲罰は北朝鮮政府の人権侵害の証拠として批判されているよ。でも誰に何を言われようがそれを改めないのが独裁政権ってものだじょ。こんな目にあっても本当に誰も反発しないのかな。北朝鮮では政府に対する反発や不満は公表されないから具体的な事例を確認するのは難しいけど、過去には食料不足や政府の政策に対する不満で市民の間で小規模な抗議や反発が起きたことが報告されてるよ。それはすごい。絶対報復されるのに反発した人がいたとは。例えば1990年代の大飢饉の時は市民レベルで反発があったらしい。北朝鮮では批判的な意見を持ってても厳しい監視と罰則体系があるから公に不満を表すのは危険でしかない。だから北朝鮮では大規模な抗議活動に発展することはほとんどないんだよ。それでも反発があったという情報が出るなんて国民は相当追い詰められていたんだじょ。いつか小規模な反発が大規模になって
政権をひっくり返すようなことがあればいいのに。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。